ヤマッパディーサポート AI 仮のコッペです。今回は前回のダンスとコミュニケーションの続きでボディーランゲージがとっても大事だって話をしましたね。今回はそのボディーランゲージがどういう言葉なのかっていうことを少し考えてみたいと思います。前回までの話は私たちが普段使っている言葉は話し言葉に起源があって、元々の起源をたどると、ジェスチャーも話し言葉と一緒に使っていたはずなんですよね。いつの間にか話し言葉の方が優先されてしまって、書き言葉へと変換されていったっていう話でした。ボディーランゲージっていうのは、感情表現、ほとんどの動物やっていますよね。猫が怒った時に毛を逆立てて尻尾をピーンと立てたりして彼らが行っているような感情表現の共有っていったことは実にどの動物もやっていて私たちもそこからあんま進化してないとも言いますがこのボディーランゲージが書き言葉のように抽出できたなら遠くのお友達に転送することもできるかもしれませんよね。そしてダンスってこういったことに挑戦していたとも考えられますよね。今回はボディーランゲージの特徴とか構造とかを検証して文章として組み立てられないかってことを考えていきたいと思います。私たちが普段使う言葉は4つの条件が必要だと言われています。鳥のさえずりの研究で有名な岡野谷和夫先生が書いた言葉はなぜ生まれたのかから紹介します。1、発声学習ができる。発音も重要なんですが、言葉を聞いて覚えて真似するってことができることがまず必要ですよね。2、音と単語の意味が対応している。帽子と聞いたら頭にかぶるものってみんなわかってますよね。こういったものの名前と使い方や意味が対応してなければ混乱してしまいますよね。3、文章、文法がある。これらの単語を組み立てて、ひとまとまりの意味として相手に伝えられる必要がありますよね。4、社会関係の中で使い分けられる。誤っている時に命令口調だと、相手に伝わるものも伝わりませんよね。また、学校や会社、友達、家族といった人間関係の中で言葉の使い方や選び方変えてますよね。こういった言葉の中に条件として含まれています。ボディーランゲージは日本では大きく分けて仕草、身振り、ジェスチャー、それから手話という言葉で使い分けてますよね。身振りと仕草は英語ではジェスチャーという言葉に集約されていて分けてないんです。基本的な説明としては身振りは大きいもの、仕草は小さいものという違いで判断していますが、大げさな身振りとは言いますが、大げさな仕草とは使えませんね。女性らしい仕草という時に使ったりすることから、仕草とは振る舞いに関して現れる特徴のようなものに対して使っていますよね。身体的な条件、社会的な背景、他にも道具との関係、これら文化的なものが多く含まれているもの、そして無意識に現れているものに対して仕草と呼んでいますね。例えば、背が大きい人、自分を小さく見せたいときに猫背になっていたりしますよね。それに対して大きく見せたいとき、例えば怒ってるときなんかは両手を腰に当てて、肩幅を広く見せることで自分を大きく強さをアピールしてますよね。これは動物も同じですよね。猫が毛を逆立てたりするのもそういうことですよね。ジェスチャーという言葉自体は明治時代に入ってきた言葉で演説と一緒に入ってきたんですけれども、演説者が大げさな身振りをすることをジェスチャーと呼んでいたようです。ハンドサインみたいなものは仏像なんかは
ハンドサインしてますけど、昔の日本人は日常的には使ってないと思われます。ですから、日本人にとっては、ハンドサインのような記号的な身振りのことをジェスチャーと呼んでいて、コミュニケーションを円滑にするために行っている動きを身振りと使い分けている傾向があります。手話はさらに単語の意味とか文法があって、対話をするために特別に作られたものですね。ダンスのことで言うと、パントマイムというのがありますが、これは手話ほど単語が明確に決められたものではありませんから、動きの質感を重視して、即席で文法を組み立てていくというようなものをマイムと呼んでいますね。特にジェスチャーの起源ってどんなとこにあるんでしょうかね。動物学者のデズモンド・モリスは、ジェスチャーやボディーランゲージについて深い考察をしています。これは飛行場でのエピソードなんですが、飛行機が到着して多くの家族グループが降りてくる乗客に対して手を振っている様子なんですが、ある男は結構前のめりにめっちゃ大きく手を振っていたらしいんですよ。で、その男はきっと久しぶりの再会なんでしょうね。そもそも手を振るって遠くの人に私はここにいますよっていうのをお知らせするための振りなんだと思うんですけども、彼はだんだんその手を振っている動きでは納得いかなくなったんでしょうね。だんだん手が湾曲してきて、威勢よく背中を叩くような振りに変わってったらしいんですよ。これって、もともと手を振るっていう、ある結構記号的な日常的な動作が、現象的な抱きしめるみたいな動きに変化していったっていうことだと思います。ボディーランゲージ、特にジェスチャーの起源は、赤ちゃんと接するときの行動が元になっていると述べていて、赤ちゃんを抱きかかえたときは、まずさすったりゆすったりポンポンしたりっていうのをしますよね。こういったことが大人になっても私たちは遠回しにやっていて、挨拶といった中に見られるジェスチャーだと考えられます。実際先ほどの飛行場でのエピソードは想像できますよね。ここまでを少しまとめてみましょう。ボディーランゲージには様々な種類があって、まず感情表現っていうのがありますね。動物たちと同様に喜怒哀楽を表現しています。次に空間を表現するジェスチャーがありますね。模倣するジェスチャーは、例えば落語家がそばを食べたりするような、再現するような身振りのことですね。これは専門的にはエンブレムと言います。それに対応する形で指差しっていうのがあるんですが、これは、何かの模倣ではなく目の前のものを指し示しているので、専門的にはインデックスと呼ばれます。それ以外に赤ちゃんの時のお母さんとのコミュニケーションなども起源としたような挨拶の表現がありますね。タッチによるボディコミュニケーションが起源になっているかもしれないという話ですね。これらは、身体的条件、社会的な背景、もしくは道具との関係など、様々な文化的な背景がありますね。感情表現っていうのは、声色だったり、普段の所作だったりに混ざって出てきてますよね。つまり、感情表現に限らずですが、動きっていうのはいろいろな要素を圧縮してアウトプットしてるんじゃないかと思うんです。また、それを見たときに、それが表現であることがわかるっていうことは、情報を解答する能力にも優れているのじゃないでしょうか。これを興味深いことに、普段無意識にやっているので、わかりづらいんですよね。他にも、心理学の方では、感情表現っていうものがこれまで研究されてきましたが、動きの中に様々な質を読み取るといったものは、すでにアプリケーション化されています。バイオモーションラボというところが作ったアプリケーションでは、様々な感情表現がスライダーをいじることでパラメーターで次々に足したり引いたりすることができます。これを見ていると、
例えば体が重いのかなとか、楽しそうだなといったものが複数混ぜこぜにすることができるんですよね。次に、2014年に行った分ける手順、忘れる技術っていうレクチャーパフォーマンスを紹介します。これは振付家の上村めぐみ、美術家の高島真一、それとうちの大脇の3人で作ったパフォーマンスなんですが、この中で失敗の技術家という章があって、ここでは一見下手くそなバレージャンプをスローモーションで撮影してみて、それを検証するっていうのがパフォーマンスになっています。実際これを見て面白いのは、その下手くそなバレージャンプっていうのは、スローモーションで見てみると、なんか実はいろんな動きがたくさん出てくるんですよね。こうかな、ああかなっていったいろんな考察が一度に凝縮されているようにも見えるんです。逆に上手なダンサーっていうのは動きがスッキリしていて、とってもシンプルなんですよね。つまり、プロのダンサーというのは、動きに迷いがなくとてもシンプルでスッキリしている動きを動ける人たちのことで、下手くそって呼んでいたものは、いろいろなことを考えているっていう風にも読み取れるわけですよね。このように、普段の動きをスローモーションで撮影してみるだけで、いろいろな動きが圧縮されているのがわかりますね。圧縮解凍ってコンピューターでよく使う用語だから、コンピューターが得意なのかと思ってしまいますが、実はコンピューターがやっている圧縮解凍は決まったルールの上でしかできません。どうやって混ぜたのかわからないものは分解できないっていうことです。こういったスープみたいにいろんなものが混ざっちゃったもので元に戻せないものを非可逆性と言います。コンピューターは非可逆的なものは解凍できないんです。でも人間は意外とできちゃったりするんですよ。例えばお味噌汁に何が入ってるかっていうのはもちろん料理の専門家ならわかるかもしれないですけど、田舎の味とかってわかったりしますよね。昔懐かしの味みたいなものは別にプロフェッショナルな人じゃなくても経験的にわずかな違いを見分けることができたりするんです。人間の方がこういうわずかな情報から答えを導き出すのはコンピューターよりも得意だったりしますよね。話し言葉とか書き言葉って今ここにないことの話をするのがやっぱり得意ですよね。未来はこうなるとか、A さんと B さんがこんなことをしたよみたいなのが伝えるにはとっても便利なんです。逆に、ボディーランゲージの方から考えると、そういった今ここにないものを説明するのってとっても難しいんですよね。そこで、哲学者の西田幾多郎という人が提案している場の理論っていうものを引合に出してみます。ボディーランゲージというのは、場所に基づいて表現しているゆえに、今ここである出来事が中心になって考えている世界に対して、話し言葉、書き言葉っていうのは、空想上の別の場所にある出来事を話しているとも言えますよね。語学の勉強をするときに出てくると思いますが、私っていうものが何かにぶつかっていくようなイメージがいつも出てきますよね。例えば、猫がネズミを追いかけますっていうと、猫がネズミの方にぶつかっていくイメージがありますよね。これは主語を軸にした考え方です。それに対して述語的な世界というのがあります。猫とネズミの例で言うと、猫はネズミを追いかけるという風に言ってしまったら、ある空間の中を猫とネズミが走り回ってるというイメージに変わりますね。場の方に軸が置かれているっていうことです。これが述語的な世界の考え方で、ボディーランゲージを中心とした世界では、場というものがあって、出来事がその場の上で立ち上がるという考え方になります。場というものは空間という風に捉えてもいいと思いますが、もっと拡張して考えると、身体も出来事を引き起こす場として考えることができるはずです。はい、今回はここで終わりたいと思います。ボディーランゲージをいくつかに分類しましたね。それから、動きは圧縮できるっていう話もしました。
最後には、場の理論というのを使って、話し言葉や書き言葉とは違う思考方法にフォーカスしてみました。整理されたかというと、どちらかってるような気もしますが、入り口としてはこんな感じなんじゃないでしょうか。最初の方にも少し言いましたが、ダンスでコミュニケーションをするということは、コミュニケーションとしてダンスを実践したり、はたまた遠くのお友達に身体表現を届けるといったことも可能になるかもしれませんよね。皆さん、新しい実践をしてもらって、私に教えてもらえると嬉しいです。ではこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。またねー。バイバーイ。